世界的に有名だと思われる判断でございます。触ったらいかんのですけど、触って産毛が多い方が美味しいらしいです。食べ頃は自分で軽く触って、ちょっと力入れた時に指が入るかなっていうぐらいが一番いいかなと。それ以上やりすぎると、思って中の芯から傷んでくるんで、要注意。いろんな剥き方あるんですけど、とりあえずちょっと触りすぎみんな。ずっと触ってこれでこうやって剥いたりとかしてるんで、この手の熱っていうのがもう一番もうダメージ。だから極力触らない。じゃあそのためにどうするかというと、今お湯沸かしてるんだけど、この中でやけどをさせてあげる。で、お湯の中入れていいのって言うけど、中身までは炒めるほどは入れないので、で、沸いたお湯の中にこれを、この綺麗な赤色になっているのがどす黒くなるまでお湯につけます。で、そーっとこうまんべんなくお湯がかかるように。で、必ずその間に氷水を用意してて、急激に冷やしてやったら、やけどした時と一緒で皮が浮いてくるので、その瞬間に剥いてあげる。色が飛んだでしょ。赤いのがもう。このぐらいまで。これを氷水に。で、剥き方は手のひらに乗せて包丁をまっすぐセンターに向かって入れたら種に当たるので、当たったなと思ったらその種を想像しながら一周してやる。で、うちはこのハサミとかペンチでやってます。このハサミもこのギザギザがついとるんで、普通のハサミと違うからしっかりガッツリと握ってくる。で、こう入れて、当たって触ったなと思ったら種をぐるっと回してやる。こうとかできる。どっちでもいいんで、剥きやすい方からこう。いけないところは、まあ、リンゴ剥くみたいに普通に包丁できれいに剥いたりとか。シロップに作って、この中に一晩入れてから出します。俗に言うコンポート。軽いコンポート。で、この中には普通のシロップ、コーヒーとかのガムシロぐらいの通りのシロップとレモン汁がある。それをシロップにつけていきます。これが昨日つけた。タルトにカスタードをすごく焼いて、プリンみたいな食感です。それだけのね、クリームを入れて、漬け込んどいた桃、その中にカスタードクリーム。で、味変でラズベリー。おにぎり。確かに。はい。梅干しか。で、これに、このゼリーはさっきのスイカのゼリーとよく似てて、より凝固剤がたくさん入ってる。桃の水分がいっぱい出るので、これでしっかり固めてやる。二度塗りします。サラダボウルとかなんか取るやつですかね。外へ向くようなイメージで少しずつ中に入れます。